通に日々を生きていると、自分の言動でなんかって思うことないですか？誰かに何か言われたわけでなくても、なんかあの時の言動を失敗した気がするなみたいな。例えば言葉だったら、なんか申し訳なかったかなとか、変な風に伝わっちゃったかなとか。行動だったら、うわ恥ずかしいな、穴があったら入ってもう一生出たくないなとかそういうのって多かれ少なかれ誰にでもあると思うんですよね。で、これまでに出している動画のどれかを見ていただいた方はわかると思うんですけど、私はとにかく語彙力がないんですね。もうたった6本出しただけでもそれが明るみになってるんです。6本って言っても正確に言うと3本目ぐらいにもう1本撮ってたんですね。でもあまりにもノープランで撮ったら語彙が暴れ回って謎すぎる内容になってしまったのでボツになりましたそれでも見てくれた方が数名いたのが本当にありがたかったし、時間を奪ってしまって申し訳なかったなっていう思いでいっぱいです。ただ私は人より失敗が多い割には人より落ち込まない性質なんですね。なので今回はそんな私が普段無意識に活用している自分だけの穴をシェアしたいと思います。穴っていうのはその穴があったら入りたいの穴です。無意識だったものを無理やり言語化しているので、今回も意味のわからない内容になるとは思うんですけど、誰かに響けばラッキーだと思って発信させていただきます。先に言っておくんですが、私の頭の中はかなりくだらないので、めちゃくちゃ心と時間に余裕がある時にご覧ください。まずこれからお伝えする穴を活用する大前提としては、失敗は言い訳せずに素直に認めるっていうことが大事になります。こらーって言われたらもう前のめりですいませんでした私ですって言えちゃうくらいのスピード感が大事ですこれを頭に入れておくと後々穴に入りやすくなります。違う、私じゃないともがいたり嘘をついたりうまく言いくるめようとすると効果が薄れるのでご注意ください。もう前置きからくだらない感じがにじみ出てるんですけど、ここからは具体的な考え方をお伝えします。まず一つ目の穴は、失敗した時とかとんでもなく落ち込んだ時にうっしっしこれは戦略ですとか、みんなには失敗に見えてるかもしれないけどこれをしておくことで後々めっちゃ良くなっちゃうんですって思う癖をつけることです。そうすると無意識に日常の中で戦略を考え出すようになるんですよ。この失敗をいい方向に使おうとするっていうか、あと周りに誤解されたり誤解されてるかもしれないなって思う時も、後で伏線回収した時にとんでもないどんでん返しがあるからきっと驚かせちゃうなって考えるんです。何の策が浮かんでなくてもそうやって考えるんです。で、ここで注意が必要なのは、前置きでも言った通り失敗自体はしっかり認めて謝れるところは素直に謝ることです。それをせずにうっしっしこれは戦略ですっていう雰囲気を出してしまうと
ただのやべえやつなので本当に気をつけてください。で2つ目の穴は、私が失敗をしたことで周りの人の価値観を強固にさせることができたって思うことです。これは実際にそうなんですよね。良くも悪くも人は他人を見て自分自身の好きなもの、嫌いなもの、得意なもの、苦手なものを知っていくと思うんですよ。自分がどういうところに価値を置いていて、どこに反応しているのかを知れる材料になるわけですよね。だから自分が起こした失敗っていうのは、周りの人にプレゼントしたと思ったら1ミリ救われるんですよ。私の話で言うと、ついこの間駅前の階段で結構ダサめにこけたんですね。でちょっと右手の爪が割れたんですけど、で私は結構笑いのツボが浅いので爆笑してたんですけど、子供たちはそのダサいこけ方にママ大丈夫とか言ってめっちゃ引いてました。でもそんな何でもない出来事でも、もしかしたらそれを見ていた方、若い方でも年配の方でも小さいお子さんでも、うわ気をつけようって思って転ぶはずだった未来を変えられたかもしれないじゃないですか、私が転んだことで。それって人を助けたとも言えますよね。だからいいことしたかもしれないなみたいなあえてやったようなもんだなみたいな、不幸が1ミリ救われるんですよ。あとは見ていた方の価値観、私は足がもつれない人でありたいっていうその方のこだわりみたいなものを強固にすることができたかもしれないし、お笑い芸人さんたちが集まって失敗談とか話をするのも、その失敗自体がなければ何万人もの人がこう涙を流しながら笑うっていうその時間自体が生まれなかったわけじゃないですか。だから失敗があるのとないのじゃ全く違う未来になっていっちゃうんですよね。それは地元の仲間とかそういう小さいコミュニティでもそうだと思うんです。集まるたびに話すのって当時の失敗談みたいなものが多くないですか？で、そういうのって一番盛り上がるんですよね。だから失敗って結局失敗じゃないことがほとんどなんですよね、よくよく考えると。だから失敗の定義ってなんだって思えるくらい、失敗じゃないんですよね。で、逆に言えば今全力で失敗だと思っているものを成功にすることができるってことなんですよ。一つ目の穴と通じるところがあるんですけど、余裕ない時にそんなこと思えないんで、余裕が出てきた時にさーて伏線回収すっかみたいな感じで1ミリずつ考えていけばいいと思っています。で、3つ目の穴は10年後20年後の私から見ると多くの失敗が愛おしくなっちゃうっていうことです。正確に言うとほとんど覚えてないくらいの経験になってしまうとは思うんですけど、ただ思い出した時にあんなこと気にしてた自分可愛いなって思えることもあると思うんですよ。今から見れば小学生とか10代20代の時に気にしてたことも、あん時の自分可愛いな、頑張ってるなみたいな、あん時はあん時で一生懸命だったなって思うことが多いと思うんですよ、客観的に。それと同じように10年後20年後の自分ももうそれ以上の経験を済ましていて絶対貫禄があるはずなんですね。だから今の自分を見て可愛いなって可愛がってくれると思うんですよね。あと言葉選びを間違えてしまってすぐに訂正できたり何も言わなくても分かってくれる間柄だったらいいんですけど、そうじゃない時ってあるじゃないですか。
もう訂正できないし言い訳もできない状況でもう会うこともないとか、そういう時はもう諦めて起こしてしまった言動を自分自身で認めて、うわ自分尖ってるねって自分に言ってあげるんです。未来の自分からもあの時は尖ってたねってそうするとちょっと距離を置いた感じで自分を見れるし、尖るつもりなかったのに尖っちゃったっていうその不器用加減が可愛く見えないですか。だからその視点で自分のもがきを見てあげるのも一つの方法かなと思います。で、絶対に頭に入れておきたいことがあって、それは思っている以上にみんな一緒だということです。自分が思っている何百倍もです。テレビで目立っている有名人も堂々と発言している芸能人も、そこまで行くにはたくさんの成功経験と失敗経験があって、そこから逃げたり逃げなかったり、その時々の自分と向き合ってきたから今のその人の状態があるだけで、ほとんどの人は一緒なんですよね。だからみんなそうやってお互いの失敗を見せ合いながら自分なりに腹落ちさせて、自分の役割を自分で設定して確固たるものに成長させているだけなんですよ。一人じゃできる失敗は限られているから、みんなで協力して失敗したり励ましたりして、それぞれが自分っていうものを作っていけばいいんだと思います。まあこんな感じで今回も何の話だって感じになってしまったんですけど、この情報が誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。